はい、釉薬研究クラブです。今回は釉薬調合勉強会と称しまして、資料をもとに、私が作った資料をもとに釉薬調合の基礎を学んでいけたらと思っております。サブタイトル、釉薬を作りし3人の勇者たち。本日の主役3人ですね。シリカ、アルカリ類、アルミナ。この3つの要素、役割について詳しく説明していければと思っております。私が参考にした教科書っていう本はですね、釉薬手作り帳っていう野田光一さんが書かれている本の70ページの基礎釉を作る3種類の役割っていう説明文があるんですけど、ずっとそちらを自分なりにちょっとわかりやすく書き換えて資料を作りました。それを見ながら、今回は基礎釉を作る3種類の役割について勉強していこうと思います。よろしくお願いします。はい。では、釉薬で普段皆さん使っている釉薬ですが、基礎釉っていう透明の釉薬ですね。釉薬の基礎になるものっていうのは3種類の役割のものでできているそうなんですね。それで主な役割、3つの役割のうちの1つの役割をしているのがシリカというこちらの三角形ではないです。これイメージ分かりやすくなるかなと思ってちょっとキャラっぽくしました。このシリカがまずメインの素材になりますね。役割になります。シリカはガラスの元のような原料で釉薬の中心になる原料ですね。素材なのかな。で、次がこちらのアルカリ類ですね。2つ目がアルカリ類。アルカリ類っていうのは溶かす役割を持ってます。このシリカのガラスをアルカリによって溶かして釉薬になるっていう感じなんですかね。それでアルカリで2つ目で、3つ目の役割を担っているのがアルミナという素材です。アルミナは糊のような役割を果たしています。ちょっとこうね、ネバネバした形のアルミナで覚えやすいかなと思って、アルミナはこんな感じです。はい、では一個一個細かくと言いますか、シリカって初めて聞いた単語なんで、覚えるのもすぐ覚えられないと思うので、ちょっとシリカやアルカリ類、アルミナについて自分なりに Google で検索して調べた内容がこちらになります。シリカですね。シリカは、二酸化ケイ素と言います。あんまり聞きなじみないですよね。ケイ素、このケイ素は、酸化物、計算塩として岩石、土壌、粘土を構成している元素で、地殻中には約 28% も含まれています。ということですね。なんとなく、こう地面の中に 28% 含まれている成分のものなんだなっていう感じで覚えておきましょう。でも知らないよりはこう知ってた方がいいですよね。シリカって名前だけを知ってるんじゃなくて、これ土の中に 28% 含まれている成分の元素なんだなっていう感じですね。主な材料ですね。釉薬で使う時の材料としては、このシリカを含んでいる材料が、福島長石、長石類。で、天草陶石。合成わら灰もこちらのシリカを多く含む材料になります。はい、それでは次ですね。
この溶かす役割を担っているアルカリ類。はい、アルカリについてGoogle で検索してみると、アルカリって何だろうっていうこの単語の意味ですね。水に溶解して塩基性水素イオン指数 pH が7より大きいを示し、酸と中和する物質の総称、アルカリ性とかのアルカリ。典型的なものにはアルカリ金属、またはアルカリ土類金属の水酸化物、塩などがあるそうです。これアルカリ類ってアルカリ性、酸性アルカリ性のアルカリなんですけれども、なんかこのpH についてもちょっとこれを機に調べてみたら、何をもとに酸性とアルカリ性を分けるかっていうと、この pH が、7より大きいのがアルカリなんですけど、pH7 っていうのが純粋な水が7になるらしいです。それより、水よりもこの水素イオンの指数っていう pH が大きいものがアルカリって言われて、pH が7よりちっちゃいものが酸性ってなるみたいです。で、このアルカリっていうのを、2種類あるそうで、アルカリ金属とアルカリ土類金属っていうんですね。で、アルカリ金属っていうのが水素以外の周期表一族の原子のことをアルカリ金属というそうですって言っても、なんかわけわかんないって感じなんですけど、ちょっとこれも調べてみたんですけど、今回この水素以外の周期表一族の原子のことをアルカリ金属っていう、この周期表っていうのが昔私たちが科学で習った元素表っていうんでしたっけ？元素表じゃなくてあれでか。周期表でいいのか。こちらですね。元素の周期表で、これ習ったやつだと思うんですけど、これの一族っていうのが、族ってこれで、水素以外の一族っていうのが、この周期表の縦が属で一族らしいんですよ。これがリチウム、ナトリウム、カリウム、ルビシウム、セシウム、フランシウムってなってますね。これがアルカリ金属って言われるものみたいです。で、このなんか周期表っていうのってなんかあんまり自分も理系じゃなかったんで知らなかったんですけど、この縦が同じ性質を持っているものらしいので、なのでこのアルカリ金属っていうのが周期表一族の原子のことをアルカリ金属っていう同じ性質のものなんですね。なのでここを覚えれば、覚えなくてもまあいいんですが、ここの周期表とかのこの子にある同じ性質のものたちなんだなっていう感じで覚えておけばいいかなと思いました。アルカリ金属ですね。それで次が、アルカリには2種類あって、アルカリ土類金属って読むんですかね。間違ってたらすいません。これが周期表に属の元素のうち、カルシウム、ストロンチウム、バリウム、ラジウムの総称をアルカリ土類金属っていうらしいです。これも周期表の2属なんで、周期表の2のここの部分のに並んでるやつがアルカリ土類金属というものです。はい。なんとなくでもイメージでちょっとね、つかみやすくなりますよね。ここは縦が同じ性質を持っているので、こいつらが仲間なんですね。科学的に調べた結果といいますか。はい。これが釉薬を溶かす役割を持っている化学物質のものたちですっていう感じですね。
なんかでもね、漠然とアルカリってしてるより、なんとなくちょっとだけね、詳しくなった感じですっきりしますよね。で、このアルカリ類っていうのが主に、使う材料では何なのかっていうと、合成土灰や天然松灰、炭酸バリウム、マグネサイトなどがこのアルカリ類っていう溶かす役割のものらしいです。アルカリを多く含んでるって感じですよね。もちろんこの辺の合成土灰とか、天然松灰とかもこのアルカリだけでできてるわけではないので、いろんなものの化合物だと思うので、アルカリ類を主に含んでいる材料っていうことになると思います。なんとなくちょっとね、分かってきた感じになりますね。はい、次が最後がこの3つのシリカ、アルカリ、アルミナの最後の糊ですね。糊のような役割のアルミナになります。アルミナっていうのももう聞いたことない単語なので、なんだろうって感じなんで、ちょっと Google で調べてみました。アルミナとは、酸化アルミニウムのこと。資源的には豊富な天然ボーキサイトから抽出生成する。天然って書いてあったんですよね、調べた。で、天然ボーキサイトっていうのが分かんなかったので調べてみると、水酸化アルミニウム鉱物の集合したもので、主なものはギブス石、ベーム石、ダイアスポア、非消質含水アルミナなど、ちょっとこれ分かんないです。普通活鉄鋼、石英、長石類のほか、ハロイサイト、カオリナイト、ノントロン石など、粘土鉱物と共生する。アルミニウムにトム、岩石が風化作用を受け、アルミニウム以外の諸成分の大半が溶脱されて生じる。熱帯地域に特徴的に見られ、大鉱床はいわゆるラテライト、熱帯地方の風化土壌中に見られるとなっていました。ちょっとわけがわからないっちゃわからないんですけど。でも要は、石とかに含まれる粘土質なんですよね。粘土。いろいろ細かい説明があるけども、ざっくり覚えるとしたらアルミナは粘土かなっていう感じがしました。この単語全部覚えてもいいんですけど。アルミナの主な材料例としては、帯銅土、街路目粘土、カオリンなどが挙げられます。どうですかね。これが今回のまとめになりますが、なんとなく釉薬について知れたかなっていう感じになっていただければ幸いです。要は、釉薬っていうのは3つの役割でできていて、その3つっていうのがシリカ、アルカリ類、アルミナでできていますっていうことですね。多分これを頭に入れておくと、もっと釉薬作りが進めていった時に考える時のきっかけというか、答えが見つけ出しやすくなるのかなって気もしますよね。なので、今回はこちらの3種類、シリカ、アルカリ、アルミナを覚えましょう。はい。では今日はこんなところで、ちょっと難しかったのと、私も完全に理解してるわけではないので、これからもっと勉強して、釉薬のことをしていけたら楽しいかなと思っております。それでは、またよろしくお願いします。